皆さんどうもこんにちは、たいのすけです。アドビフレスコを使ってこのシュークリームを描きました。主に鉛筆ブラシを使って描きました。鉛筆ブラシでもこんな厚塗りの絵が描けるんですよ。どのような手順で描いたのか詳しく説明しながら絵ができていく様子をご覧いただきます。それではスタート。これが今回の素材写真。私はこの写真を PC のモニターに映して、それを見ながら iPad で絵を描いています。絵のサイズはこうなっています。そしてイラストレーターでグリッドを作りました。このグリッドだけを別ファイルとして保存してあります。まずはドキュメントを用意します。ドキュメントのサイズを素材写真のサイズと同じにします。配置から写真を選択します。すると、このタブレットの中に保存されている写真にアクセスできます。先ほど作ったグリッドを写真アプリに入れておきました。これを選択します。新しいレイヤーにグリッドが配置されました。この下のレイヤーに下書きを描いていきます。ブラシを選びます。ピクセルブラシのスケッチから鉛筆ブラシを選びます。色は適当にこのくらい。素材写真を見ながら下書きを書き進めていきます。次に色の下塗りをします。この工程がとても大切なんですよ。まず、下書きレイヤーの不透明度を下げます。この先の作業を見やすくするためですね。その下に新しいレイヤーを出します。ブラシはピクセルブラシの汎用からハード円を選びます。単色でベタ塗りできるブラシです。ブラシの先を細くして塗りつぶしたい範囲の周囲をぐるりと取り囲みます。その中を塗りつぶしツールでタップ。カラーマージンを上げて取り囲んだ線と塗りつぶされた部分の境目をなくします。下の部分も同様に塗りつぶします。カラーマージンとは境界線の曖昧さを調整する機能です。一度設定するとそのファイルでは再び設定する必要はありません。別レイヤーにクリーム部分の下塗りをします。ここで思い立ってシュー生地の上部を別レイヤーにすることにしました。別レイヤーにしたい部分を選択します。レイヤーアクションからレイヤーをカットをタップします。続いて選択範囲をペーストをタップすると切り取った部分が別レイヤーとして作られます。新しいレイヤーにクリームの暗い部分を描きます。背景を塗ります。使用するブラシは水彩ブラシ。
Adobe Fresco が持つ唯一無二の特徴、水彩ブラシで色をにじませながら背景を塗ります。書き込みをします。まずはシュー生地の上部分から、先ほど別レイヤーにしたシュー生地の上部の上に新しいレイヤーを出して、そのレイヤーをクリッピングします。これでクリッピング先のレイヤーに描かれている絵の範囲からはみ出しません。ブラシを特殊効果から羽にします。白に近い明るい色で、まずは全体的につぶつぶのタッチを作ります。シュークリームにかかっているパウダーシュガーですね。羽混在というブラシも合わせて使っていきます。ここから先は鉛筆ブラシで表情を作っていきます。一旦表情はできましたが、全体感を調整します。新しいレイヤーを出して、それをクリッピング。レイヤーの描画モードをスクリーンにします。明るい部分を書き足して立体感を出します。もう一つレイヤーを出してクリッピング。レイヤーの描画モードを上山にします。暗い部分を書き足します。シュー生地の上蓋の裏側を描きます。細かく書き込む前に全体のトーンを作ります。ピクセルブラシからマーカーを選びます。流量、つまりインクが出る量をかなり抑えた状態で全体に陰影を作ります。では再び鉛筆ブラシで書き込んでいきます。クリームを書き込みます。先ほどやったように、まずは全体のトーンを作ります。そして素材写真を見ながらひたすら鉛筆ブラシで書き込んでいきます。それではしばし絵を描く様子をご覧ください。
ころでデジタルお絵かきではブラシ選びが難しいですよね。どのお絵かきソフトにもブラシは数多く準備されていて、使う人が自由に選んで組み合わせて使うことができるようになっています。でも逆に言うと、種類が多すぎて選びきれないという方もいるのではないでしょうか。特にデジタルお絵かき初心者の方はそう思うでしょう。まず何を使ったらいいかわからない。こんなに多くのブラシから選べない。こう思ってしまってデジタルお絵かきに手が出しづらいと感じることもあるかもしれません。そんな方に私は鉛筆ブラシをおすすめします。理由は簡単。鉛筆はイメージがしやすいからです。私たちは昔から何かを書くときにはまず鉛筆を使いましたよね。算数や国語などの学校の勉強、作文やお絵かき。鉛筆は書き直しができて安全なため、特に子どもたちが書くことを学ぶ最初の道具として最適です。なので私たちには鉛筆はこんな感じというイメージがすでにあるはずです。優しく書けば柔らかい線が書ける。強く書けば濃い線が書ける。間違ったら消しゴムですぐに消せる鉛筆はすごく使い勝手のいいペンです。Adobe Fresco の鉛筆ブラシはまさにそのイメージ通りの書き心地なんです。そこから始めて、次はこのブラシを試してみよう。次はこれにしようという感じで自分の好みのブラシや組み合わせを見つければいいんです。もしあなたが筆圧感知機能のあるペンをお持ちならば、鉛筆ブラシから使うことをお勧めします。でも鉛筆で描く絵ってガサガサしているイメージがありますよね。ツヤツヤの表現や厚塗りは難しいでしょと思う方もいるかもしれません。大丈夫です。色の下塗りで下地をしっかりと作って、筆圧をコントロールしながら明暗をしっかりと描き分ける。丁寧に色を選んで細かい変化をちゃんと表現することで、ツヤツヤの厚塗りの絵も描くことができますよ。ということでご覧ください。絵ができました。Adobe Fresco にはその他にもたくさんの優れたブラシがあります。また絵を描くことをサポートするツールや機能も充実しています。そんな Adobe Fresco は無料です。機能制限なし、広告表示なしで基本すべての機能が無料で使えます。デジタルお絵かきに興味がある方はぜひ試してみてくださいね。この動画が面白かった、ためになったと思ったら高評価ボタンを押してください。応援してもいいよという方はチャンネル登録もお待ちしていますね。それでは最後までご視聴ありがとうございました。